ゆっくり解説。寝不足確実。90年代、日本中が中毒になった伝説の海外ドラマベスト10。ねえマリサ、最近なんだか寝不足気味じゃない？もしかして、また何か面白いものでも見つけたの？ああ、実は久しぶりに90年代の海外ドラマを見返し始めたら、止まらなくなっちゃってな。当時はレンタルビデオ店に新作が入るたびに行列ができるほどの熱気だったんだぜ。90年代の海外ドラマか。今の動画配信サービスとはまた違った、当時のワクワク感があったんだろうね。その通りだぜ。緻密な脚本と映画並みのスケール、そして衝撃的な展開。当時は今みたいに配信で一気見なんてできないからな。来週まで待てない、と悶絶しながら、ビデオ屋の新作レンタル中の札を見て絶望する。そんな中毒者が日本中に溢れた、まさに海外ドラマ第二の黄金期だったのぜ。なるほど、手軽に見られないからこそ、一話一話への集中力がすごかったのね。当時の大人が夢中になった名作、私も詳しく知りたいわ。よし、それじゃあ今日は、日本中を熱狂させた伝説の90年代海外ドラマをランキング形式で10作品紹介していくぜ。第10位、セックス&ザ・シティ、1998年。まず第10位だが、これはもう1998年に始まったニューヨークの象徴、セックス&ザ・シティを外すわけにはいかないぜ。あ、そのタイトルなら私でも知っているわ。でも、これって華やかな女性たちの日常を描いたドラマというイメージだけど、マリサもおすすめなの？ああ、まさに大人のためのバイブルと言えるぜ。このドラマがすごかったのは、単なるラブコメにとどまらず、女性の自立や本音、そして知的なユーモアを赤裸々に描き切ったところにあるんだ。本音やユーモア、それは確かに、表面的な華やかさだけじゃない中毒性がありそうね。その通りだ。コラムニストのキャリーがニューヨークスター誌に自分たちの体験を綴る姿や、大枚をはたいてマノロブラ肉の靴をめでる情熱は圧巻だったのぜ。特に実業家ビッグとの波乱万丈な関係は、最終話で彼の本名がジョンだと明かされるまで、世界中のファンが息を飲んで見守ったんだぜ。最後に本名がわかるなんて、心にくい演出ね。他のメンバーも個性が強そうだけど、どうだったの？サマンサの生き様も痺れるぜ。プレイボーイのリチャードにあなたより自分のことを愛していると告げて去る潔さや、乳がんと戦う彼女を支える年下のスミスとの絆には、誰もが深く共感したはずだ。ただ派手なだけじゃなく、自分を愛する強さを教えてくれる物語なのね。大人が夢中になるのも納得だわ。そうだろう。自分らしく生きる勇気を与えてくれるこの物語は、今見返しても全く色褪せない。まさに90年代が生んだ最高のドラマなのぜ。第9位、ロー&オーダー、性犯罪特捜班、1999年。続いて第9位は、1999年にスタートしたロー&オーダー性犯罪特捜班、通称 SVU だ。これは今でも放送が続く、驚異的なロングランシリーズなのぜ。そんなに長く続いているのね。普通の刑事ドラマとは何が違うのかしら？マリサが中毒になるポイントが気になるわ。何より、やめる現代社会の闇を一切の妥協なくリアルに描き出した点が、多くの視聴者の心を掴んだんだ。一話完結ながらも、人間の深淵に切り込む脚本の鋭さが、他の刑事物とは一線を画しているのぜ。社会の闇、重たいテーマかもしれないけれど、だからこそ真実味があるのかもしれないわね。そうだな。海兵隊出身で小煩悩なステーブラー刑事が、子供が絡む事件で見せる激しい道徳的責任感は圧巻だ。相棒のベンソン刑事もな、自分がレイプの結果生まれたという過酷な宿命を背負いながら、被害者の心を開かせる繊細な捜査を見せるんだぜ。刑事さんたち自身も、深い傷や葛藤を抱えながら戦っているのね。なんだか、見ていて力が入っちゃいそうだわ。ああ、現場を守るクレイゲン主任警部が上層部と渡り合う姿や、皮肉屋のマンチ刑事が情報収集で見せる手腕も、息を飲むほど見事なんだ。DNA 追跡班との連携など、専門的な描写がリアリティをさらに底上げしているぜ。
プロフェッショナルたちが困難な事件に挑む姿に、みんな釘付けになったのね。その通りだ。不条理な現実に立ち向かう彼らの情熱は、まさに今の社会でこそ見返すべき価値がある、色褪せない傑作なのぜ。第8位、スタートレック、ディープスペースナイン、1993年。第8位は、1993年に放送が始まった。スタートレックディープスペースナイン、略して DS9 だぜ。スタートレックって、あの宇宙船で未知の惑星を探索するお話よね。マリサもよく知っているじゃない。それがこの DS9 は一味違うんだ。旅をするんじゃなく、辺境の宇宙ステーションという土地を守る物語として描かれたのが最大の特徴なのぜ。西部劇のライフルマンをモデルにした、極めて重厚な設定なんだ。宇宙船じゃなくて、ステーションに泊まるの？それだと、ドラマの作り方もこれまでとは変わりそうね。ああ、だからこそ政治や宗教といった複雑な人間模様が圧巻の密度で描かれるんだぜ。司令官のシスコはな、軍人でありながら現地米上人からは預言者の使者として仰がれる、息を飲むほど難しい立場に置かれるんだ。リーダーが神聖な存在として扱われるなんて、責任の重さが凄まじそう。他のキャラクターはどうだったの？保安主任お堂のような誘導体生物や、強欲なフェレンギ人のクワークが営むバーを中心に繰り広げられる泥臭い交流も、DS9 ならではの魅力だぜ。特にシーズン3から始まるドミニオン戦争の緊迫感は、一度見始めたら止まらない中毒性があったんだ。宇宙のバーニ銀河規模の大戦争。まさに、大人が夜更かししてでも見たくなるスケール感ね。そうだろう。多種多様な勢力が複雑に絡み合うこのドラマは、今なお高い評価を受ける、海外ドラマ史上屈指をぶ深みを持った傑作なのぜ。第7位、フレンズ、1994年。第7位は、1994年に世界を席巻したシットコムの金字塔、フレンズだぜ。これを抜きにして90年代のドラマは語れないのぜ。フレンズね。名前は有名だけど、なんでそんなに世界中でヒットしたのかしら？マリサならその理由、知っているんでしょう？ああ、一番の魅力はな、等身大な6人の男女が繰り広げる、洗練された都会のライフスタイルとオフビートなユーモアにあるんだ。自分たちの友人を見ているかのような親近感が、国境を越えて多くの共感を呼んだんだぜ。友達のような親近感。確かに、彼らの輪の中に自分も入っているような感覚になれたら、ずっと見ていたくなるわね。その通りだ。物語の始まりで、お嬢様レイチェルが結婚式から逃げ出してモニカの部屋に転がり込む導入部は圧巻だぜ。彼女たちがカフェ、セントラルパークのオレンジ色のソファーで繰り広げる会話は、まさに息を飲むほど懐かしく、温かい光景だったのぜ。カフェでの何気ないやりとりが、そんなに中毒性を生んだのね。名シーンとかもあったのかしら？もちろんあるぜ。上位の元気かいっていうナンパのセリフや、ロストレイチェルのあれは別れた後だという浮気疑惑をめぐる終わらない主張など、笑えるエピソードが満載だ。主題歌の映像で6人が噴水ではしゃぐ姿は、今でもファンの心に強く刻まれているぜ。2021年に再開スペシャルが放送されるほど、今でも愛されている理由がよくわかったわ。ああ、世代を超えて笑いと感動を届けてくれるこのドラマは、まさに90年代の空気を凝縮した、寝不足必至の普及の名作なのぜ。第6位、スタートレック、ボイジャー、1995年。第6位は、1995年にスタートした、スタートレックボイジャーだぜ。銀河の反対側からふるさとを目指す、壮絶な帰還の旅を描いた物語なのぜ。今度は銀河の反対側。地球からどれくらい離れているのかしら。マリサ、その遠い道のりを誰が引っ張っていったの？シリーズ初の女性主人公、キャスリン・ジェーンウェイ艦長だ。彼女の凄みはな、科学士官出身という冷静な知性と、絶望的な状況下でもクルーを一致団結させる圧巻の統率力にあるんだぜ。そんな遠い場所で、バラバラの仲間をまとめるなんて、やっぱり、彼女にしかできない決断とかもあったのかしら？ああ、物語の冒頭でな、
唯一の機関手段を破壊してでも未知の種族オカンパ人を守り抜くという、息を飲むほど厳しい決断を下ろしたんだぜ。結果として70年もかかる旅を強いることになったが、本来敵対していたレジスタンス巻のメンバーとも手を取り合い、絆を深めていく過程は見事だったのぜ。自分たちのこと以上に誰かを助ける道を選んだのね。艦長さんの覚悟が、みんなの心を動かしたんだわ。その通りだ。他にもな、本来は緊急用 AI だったホロドクターが人間性を深めていく姿や、元防具のセブン・オブ・ナインが失った心を取り戻していくテーマは、後半シリーズの大きな魅力だったぜ。未知の領域で出会う仲間や現象に、当時の人たちも目を離せなかったんでしょうね。ああ、未知への挑戦と不屈の精神を描いたこの SF 冒険ドラマは、まさに90年代の夢とロマンが詰まった傑作なのぜ。第5位 NYPD ブルー1993年。続いて第5位は、1993年に始まった NYPD ブルーだ。これは大人の刑事ドラマの常識を塗り替えた、非常に革新的な作品だったんだぜ。刑事ドラマの常識を塗り替える？マリサ、一体どんな新しい仕掛けがあったの？最大のポイントは、手持ちカメラを多用して画面にあえてブレを出すことで、圧倒的な現場の臨場感を演出した点にあるんだ。まるで自分も捜査チームの一員として事件を追っているような、息を飲むほどのリアリティを生み出したのぜ。画面がわざとブレるなんて、なんだか生々しいわね。物語の内容もやっぱりすごかったの？ああ、タイトルのブルーには制服の色だけじゃなく、刑事たちが抱える憂鬱という意味も込められていてな。当初主役だったカルーソが早々に降板するという異例の展開もあったが、相棒のシポウィッツ刑事が主役を引き継ぎ、若手と師弟関係を築いていく泥臭い群像劇は圧巻だったぜ。ベテランさんが若手を育てる姿、大人の男の渋さが光るドラマだったのね。その通りだ。ニューヨークでの屋外撮影にこだわり、都会のざわめきや孤独を克明に捉えた映像は、見る者の心を激しく揺さぶったんだぜ。1995年にエミー賞作品賞を受賞したのも納得の、まさに大人が酔いしれるためのドラマなのぜ。都会の闇と光、そして人の絆。そんな深い物語だからこそ、みんな中毒になっちゃったのね。ああ、90年代の刑事ドラマにおいて、これほどまでに本物の人間を描いた作品は他にないぜ。今なお語り継がれるべき、真の傑作なのぜ。第4位ビバリーヒルズ高校白書1990年。第4位は1990年から放送が始まった、伝説の青春ドラマ、ビバリーヒルズ高校白書だぜ。ビバヒルの愛称で、日本でも社会現象になった一作なのぜ。ビバヒル、名前は聞いたことあるわ。当時の若者たちの憧れだったのよね。ああ、この作品がすごかったのは、ただ華やかな生活を描くだけじゃなく、若者たちが直面する深刻な社会問題に正面から切り込んだところにあるんだぜ。華やかなビバリーヒルズで社会問題？なんだか意外な組み合わせね。物語は、寒冷なミネソタから温暖なビバリーヒルズの、ウェストビバリーハイスクールに双子のブランドンとブレンダが転校してくるところから始まるんだ。作中ではドラッグや銃、人種差別に自殺といった、当時のアメリカを象徴する重いテーマがリアルに描かれていて、息を飲むほど衝撃的だったのぜ。そんなに深いテーマを扱っていたのね。恋愛要素はどうだったのかしら？それこそが最大の見どころだぜ。ブレンダとディラン、そしてケリーの3人が繰り広げた伝説の三角関係は、友情と愛情が複雑に絡み合って、まさに手に汗握る展開だったんだ。日本語吹き替え版のちょい待ちやワーオですといった、小杉十郎太さんたちの軽妙なアドリブ混じりのセリフ回しも、日本での爆発的人気の要因だぜ。特にブレンダ役のシャナンが出演したシーズン4までは、ブレンダイヤーズと呼ばれていて、最高に評価が高いんだぜ。セリフの言い回しまで流行るなんて、本当に日本中が熱狂していたのね。あの独特のノリ、当時は学校で真似する人が続出したって聞いたわ。ああ、ブランドンたちのファッションや、あの複雑すぎる恋愛模様は、当時の日本の若者にとって、
まだ見ぬ異国のキラキラした、でもドロドロな世界そのものだったのぜ。若者たちの葛藤と成長を鮮烈に描き出したこのドラマは、今見ても青春の輝きと苦悩が詰まった、中毒性抜群の金字塔なのぜ。第3位 ER 緊急救命室1994年。第3位は、1994年に放送が開始された医療ドラマの最高峰、ER 緊急救命室だぜ。この作品こそが、今の医療ドラマのすべての形を作ったと言っても過言じゃないのぜ。ER ね。日本でもすごく人気があったって聞いたことあるわ。でも、マリサ、そんなに他のドラマとは違ったところがあったの？ああ、とにかく映像のスピード感とリアリティが圧巻だったんだ。これまでのドラマにはなかった、ステディカムを駆使した長回し撮影がその臨場感を生んでいるんだぜ。狭い診療室をカメラが縦横無尽に駆け抜ける様子は、まさに息を飲むほど凄まじかったのぜ。お医者さんたちの緊迫した様子が、カットなしでそのまま伝わってきたのね。他にも印象的な場面はあったの？物語は医学生ジョン・カーターの研修初日から始まるんだが、彼がひどい傷を見てうなだれる姿は、初心者の戸惑いを象徴する伝説のシーンになったんだ。さらにな、シーズン6でカーターと医学生ルーシーが精神疾患の患者に刺される展開は、あまりの絶望感に日本中の視聴者が凍りついたのぜ。そんな衝撃的なエピソードがあったなんて、それは一度見始めたら、ずっとハラハラしちゃいそう。そうだな。初期の中心人物マーク・グリーンが脳腫瘍を患い、ハワイで静かに息を引き取る最後は涙なしには見られないぜ。小児科医ロス役のジョージ・クルーニーがここから世界的スターへ羽ばたいたのも、有名な話だ。スターを輩出するほどの熱量があったのね。寝る間を惜しんで見ちゃうのも納得だわ。ああ、生死の境目で戦う人々の情熱と過酷な日常を刻み込んだこのドラマは、今見ても魂を揺さぶられる、医療ドラマの金字塔なのぜ。第2位 X ファイル1993年。第2位は、1993年に世界中を震撼させた SF ドラマの金字塔、X ファイルだぜ。不気味な口笛のテーマ曲とともに、あの真実はそこにあるという言葉が画面に映るだけで、当時は誰もが息を飲んでテレビにかじりついたんだ。その名前、私でも聞いたことあるわ。UFO とか宇宙人の事件を追いかけるお話よね。マリサもやっぱり、そういう不思議な事件には興味があるの？ああ、その通りだ。この作品が絶大な中毒性を生んだのは、超常現象を信じる変人モルダーと、医学博士で現実主義なスカリーの対照的なコンビが、対立しながらも深い信頼を築いていく姿が圧巻だったからなのぜ。科学者とオカルト信者が一緒に捜査するなんて、なんだか不思議な感じね。スカリーさんは納得できるのかしら？彼女はあくまで科学的な検視や証拠を重視するんだ。この二人が異なる視点から真実に迫るスタイルが、物語に絶対的な説得力を与えているのぜ。モルダーのオフィスに貼られた、I want to believe という UFO のポスターは、まさにシリーズの象徴だ。物語の裏では、宿敵シガレットスモーキングマン率いる影の政府が、異星人との接触を隠蔽しようと暗躍していて、まさに深淵なミソロジーが展開されるんだぜ。政府の陰謀だなんて、ワクワクするけれど怖いわね。モルダーさんに味方はいないの？謎の情報提供者ディープスロートや、変わり者の政府監視団体ローン顔面たちが彼らを支えるんだぜ。科学と未知の謎がぶつかり合う、本当に濃いドラマだったのね。謎が謎を呼ぶ展開に、当時の視聴者は真実を探して眠れない夜を過ごしたのぜ。国家的陰謀に立ち向かう彼らの孤独な戦いは、今見ても魂が震えるほどの熱量を持った、伝説の傑作なのぜ。第1位ツインピークス1990年。第1位は、1990年に放送が始まると同時に世界中をパニックに陥れた、90年代最大の社会現象、ツインピークスだぜ。この作品こそが、日本に寝不足という言葉を定着させた元凶であり、海外ドラマの歴史を根底から塗り替えた究極の一作なのぜ。寝不足を定着させたなんて、
よっぽど続きが気になって仕方がなかったのね。一体どんな謎が、当時の人たちをそこまで狂わせたのかしら？記載デビッド・リンチが描く迷宮のような物語と、現実と超常現象が溶け合う独特の世界観が、見る者の魂を完全に捉えてしまったんだぜ。始まりは衝撃的でな。ビニールシートに包まれた地元の美少女ローラ・パーマーの遺体が、湖畔で見つかるシーンは、今見ても息を飲むほど美しく残酷なんだ。遺体がビニールに、そんな恐ろしい事件を、どんな人が捜査したのか気になるわ。FBI のデール・クーパー捜査官だ。彼は熱々のブラックコーヒーとチェリーパイをこよなく愛し、常にカセットレコーダーでダイアンへ報告を入れる風変わりな男なのぜ。コーヒーとチェリーパイ。なんだか優雅ね。ところが物語は、どんどん悪夢のような超常現象に飲み込まれていくんだ。当時、日本では犯人は誰だという議論が過熱しすぎて、考察本やガイドブックがベストセラーになったり、アメリカへのロケ地巡りツアーが組まれたりと、もはやドラマの枠を超えた社会現象だったんだぜ。ドラマのために海外ツアーまで、今のブームとは規模が違うわね。ああ、世界一美しい死体と呼ばれたローラの謎に、日本中が文字通り寝不足にされたのぜ。圧巻なのは夢の中の赤い部屋だ。赤いカーテンとジグザグ模様の床が広がる奇妙な空間で、死んだはずのローラが25年後にまた会いましょうと予言する演出は、まさに伝説なんだぜ。25年後にまた会う。それって、ただのセリフじゃなくて本当に続きが作られたってこと？ああ、その予言は25年後の新作放送で現実になったんだぜ。日本ではワウワウの開局記念番組として放送され、翌日の仕事も忘れて議論する中毒者が続出したんだ。これほどまでに現実の時間を超えて愛され、人々の記憶に刻まれたドラマは他に類を見ないのぜ。まさに90年代が生んだ、永遠に解けない謎の傑作なのぜ。総評、エンディング。さて、ここまで90年代を彩った伝説の海外ドラマたちを振り返ってきたが、どうだったかな？どれも個性的な作品ばかりで、今見ても全然古くないのがすごいわね。特に1位のツインピークスの雰囲気は、他では絶対に味わえなさそうだわ。ああ、当時はネットもない時代だったから、みんなでテレビの前に集まって、ああでもないこうでもないと推理するのが最高のエンターテインメントだったのぜ。現代の配信サービスで一気に見るのもいいけれど、当時のあのワクワク感を想像すると少し羨ましい気もするわね。そうだな。今回紹介した中で、あなたが中毒になった思い出の作品があれば、ぜひコメント欄で教えてほしいぜ。あなたの寝不足の思い出も待っているわね。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。バイバイだぜ。